皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやってます。上の方のプランに入っていただけると、週に1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってください。さて皆さん、2026年になりましたね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、今日のテーマは新年の抱負です。抱負という言葉は皆さん聞いたことありますか？目標みたいな意味ですが、ちょっと使われ方が目標と違います。なので、最初に抱負という言葉について説明して、その後、日本の人は新年の抱負でどんなことを考えるのか、そして、最後に私の新年の抱負についてお話しします。途中で会話を上達させる方法についても話したいと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。では、まず最初に抱負という言葉の使い方についてお話しします。抱負は、抱くに、背負うという字を書きます。負うっていうのが、負けるっていう字なんですけど、この場合は、背中に乗せる、背負う方の負うですね。つまり、抱負っていうのは、自分の中の、目標ではあるんですけど、その目標に向かって自分の中に抱く思いとか、責任感とか、そういう気持ちを表します。で、よく新年の抱負の形で使います。例えば、2026年のって言ったら目標の方が言います。目標はゴールですよね。なので、そうですね。例えば1月1ヶ月間の目標って言ったらやっぱり抱負じゃなくて目標を使うと思います。ただ、新年のって言ったらやっぱり抱負が一緒に使われると思います。ただその内容は、目標として目標って言った時とほぼ同じような内容になると思います。大事なのがピッチアクセントです。抱負っていう高いアクセントです。これを抱負っていうと何のことを話してるのかなって一瞬わからなくなります。ほとんどの言葉はピッチアクセントが違っててもわかるんですね、意味が。でも、抱負は、抱負っていうとちょっとわかりにくくなると思います。新年の抱負を、新年の抱負は、って言ってももちろん通じるとは思うんですけど、ここは落とさないで、新年は落ちるんですが、新年の抱負は高く言うようにしてください。では、新年の抱負として、どういうものがあるのかについてお話しします。友達と今年の新年の抱負は何って聞き合うことはあんまりないんですけど、前に私、友人と話してたら、私の今年の新年の抱負は、1万歩歩くことだったんだよねっていう話をされたことがあります。で、その時に、そういうことを聞いてすごい面白かったんですね。この人は、そういう1万歩歩くっていうことを大事だと思っている人なんだっていうことがわかるわけです。その人のことが少し深くわかるわけです。それで面白いなと思って、私今年は友達に会ったら、今年の新年の抱負は何って聞いてみようかと思っています。で、今言ったように、1万歩歩くっていうのは、新年の抱負としてよく入ってくるものの一つです。3000歩でもなく5000歩でもなく、なんとなく1万歩っていうのが区切りのいい数字なんですね。で、ただ1万歩歩くと、時間にすると、ゆっくり歩くと1時間40分ぐらいかかるそうです。すっごい早歩き。
早く歩いて70分とからしいです。だから結構時間がかかるんですよね。そうすると、挫折する人も多いです。挫折っていうのは途中で、もうできない。もう無理って投げ出すことです。諦めてしまうのが挫折です。で、こういう新年の抱負とか、長い期間に対して考えたことで、諦めるのが、挫折ですね。で、あと他に新年の抱負としては、よく聞くのがダイエットです。日本語のダイエットするの意味は、痩せるために食べる量を減らすという意味です。なので、今ダイエットしてるんだよっていう人がいたら、それは今痩せたいのであまり食べないようにしているっていうことです。だからその食事内容を健康的に変えるとか、そういうのはあんまりダイエットって言いません。痩せるが目的で、減らす、食事を減らすのがダイエットです。日本語の。お正月太りという言葉があります。お正月は美味しいものをたくさん食べます。でも寒いから外に行かないことが多いです。で、家で、ゴロゴロダラダラしてテレビ見たり、YouTube を見たりすることが多いです。そうすると、太ります。体重が増えます。それが正月太りです。なんで、正月太りしちゃったから、ダイエットしようっていうのを新年の抱負に入れるっていうのはよくありがちなことだと思います。ただ、日本の人って本当にちょっと太っただけでも気にする人が多いんですね。で、それについては前に、日本人が痩せている本当の理由という動画を、エピソードを作ったので、よかったら聞いてください。これは私の自信作です。自信作っていうのは、すごく自分ですごくよくできたなって思う自分の作品のことです。自信作です。あと、ダイエットするの、似たような、別のものとして筋トレするなどもよくあります。ジムに行くとか筋トレするですね。筋トレは筋力トレーニングですね。筋肉を大きくするためのトレーニングが筋トレです。筋トレは結構流行ってますね。とはいえ、私の周りでやっている女性はほとんど聞いたことがないですね。でも、なんとなく今筋トレ流行ってるなっていう感じがしています。昔より。あとは、早寝早起きするっていうのもよく聞きます。早寝早起きっていうのはそれで一語です。早寝も一語で、早起きももちろん一語なんですけど、よくそれをセットで早寝早起きとして一語で使います。これは、早寝早起きは大事っていうことは、もう小学生ぐらいの時からよく学校とかでも言われます。そうすると、もし8時間寝るとしたら夜10時に寝て朝6時に起きる。こういうのが早寝早起きですね。それと同じようなもので、睡眠をしっかりとるっていうのもよく聞きます。睡眠時間、寝ている時間が日本人の平均は、すごく短いんだそうです。他の国に比べて。OECD の調査結果で33カ国調べた中で、日本人の睡眠時間が一番少なかったという報告があるそうです。それは令和3年のデータだったんで、今から5年前ですね。今年は令和8年です。2026年は令和8年です。私も本当は8時間寝たいんですけど、もう絶対無理なんです。高3の息子が帰ってくるのが10時半夜。で、朝ごはんをうちの息子たち2人が7時に食べるんで、私は6時半に起きて作ります。そうすると、10時半から6時半まで寝て8時間なんですね。でも、やっぱりその10時半に寝ちゃうと、ちょっと息子かわいそうかなと思って、息子が帰ってくる時に、
ご飯温めて、夕飯を温めて出す。で、ちょっと話とかをして、早くて11時ぐらいに寝てます。で、ただそのまんま6時半まで寝てられないんですよね。最近は4時半とかに目が覚めます。それから寝れたり寝れなかったりして6時半に起きるんです。そうすると、もし7時間寝れてたら、私は、寝れてよかったって思う感じです。睡眠時間は全部このオーラリングが、測ってくれてるので、正確な時間が出るんです。面白いです。こういう、見える化ってよく言うんですけど、寝てる時間って見えないじゃないですか。何時間寝たかってよくわからないじゃないですか。でもこういうふうにデータで取ると、その数値として見えるのを見えるようになりますよね。そういうのを見える化って言います。化は、化けるっていう字ですね。そうすると、だからそういういろんなことを見える化するのは大事みたいに言います。で、睡眠時間が今とか、あと心拍数とかもね、全部測れるので、そういうのがわかるのはいいことだなと思っています。あとよくある新年の抱負としては、資格とか語学の勉強をするっていうのがあります。資格っていうのは、その試験に受かることで自分はその技術がありますっていうことを示すためのものです。例えば不動産の取引についての資格とかもあるし、あと語学の資格っていうのもあります。語学の資格っていうと、例えば TOEIC とか、日本で人気があるのは英語検定、英検ですね。そういうものとかもあります。で、あと今、その資格と語学の勉強って言ったんですけど、なのでその語学の勉強にはそういう資格の勉強が入ってきてることもあります。なんでよく一緒に資格語学の勉強って言ったりします。で、その皆さんはまさに、今、日本語のポッドキャストを聞いてくれているということは、語学の勉強、または JLPT だったら資格の勉強とも言えるんですけど、をしていると思います。そんな皆さんに朗報があります。朗報っていうのは、いい知らせってことなんです。それはですね、私この、不夜のという本を読みました。不夜城っていう言葉はご存知ですかね。もともとは中国の古典から来てるんで、中国の人は知ってるかなと思うんですけど、不夜城は、不が、否定するときの不ですね。例えば、不眠とか、寝れないことを不眠と言いますけど、不っていう字ですね。で、不夜の夜は夜です。で、不夜城っていうと、夜なのに夜にならない城ってことですね。で、そこから今使われる意味としては、夜だからこそ明るい街、繁華街とか、あと、歓楽街とかです。歓楽街っていうのは、お酒が飲めるところとか、女遊びとか、男遊びができるのが歓楽街ですね。そういうところをよく不夜城って表現したりします。その不夜城をもじって、不夜のというタイトルをこの本につけています。これは眠らない脳っていう意味ですね。夜でも寝ない脳って言いたいんだと思います。この本で言ってたのは、体は寝てる時でも脳は寝てないっていうようなことでした。で、だからって、寝なくていいって言っているわけじゃなくて、寝ないと体が死んでしまうから、寝なさいって言ってます。で、脳は体を寝かそうとする働きをしているんだそうです。しているんじゃないかって言ってました。で、その上で脳を休ませるのには、睡眠が必要なんじゃなくて、刺激が必要なんだって言ってました。表紙に脳が欲しがる本当の休息って書いてあるんですけど、この作者の脳神経外科医の先生が書いたものなんですけど、この先生が言うには、脳が欲しがる休息、脳が欲しがる休みっていうのは刺激を与えることなんだって言ってました。新しい刺激です。で、
語学の勉強っていうのもまさにそれなんですね。で、ここに書いてあったのが、その語学の勉強が、認知症の予防になるっていうことでした。認知症っていうのはアルツハイマー病とかもそうなんですけど、認知っていうのは理解する、周りのことを理解する力ってことなんですけど、その認知力が悪くなっちゃうっていうことです。周りで何が起こってるかがわからなくなるとか、記憶力がものすごく悪くなる。それが認知症です。で、その認知症の予防のために、語学の勉強がいいということでした。そんなことは言われなくてもね、大体わかるんですけど、わかりますよね。想像つきますよね。でも、ちょっとこの本には面白いことが書いてありました。喋るときに使うのって言語野です。脳の中の。普通の人は左脳にあります。左側の脳ですね。で、バイリンガルの人の脳を調べると、その言語野が2つあって、第一言語野の他に第二言語野っていうのもあるそうなんです。そうすると、まず母語で話しているときは第一言語野が動く、働く。そして、第二外国語で話しているときはその第二言語野が働いているそうなんですね。で、その時に脳はスイッチの切り替えをしてて、第二言語野で話しているときは第一言語野をスイッチをオフにするように働いてるそうなんです。で、面白いのはここからで、例えばその第一言語野に、例えば脳卒中って、例えば脳の血管が切れて倒れてしまう病気ですね。その後、脳使えなくなった部分とかがあったりして後遺症が出たりします。後遺症って後から出てくる悪い症状が後遺症ですね。後遺症が残ったりします。で、その時に、例えば第一言語野に何かがあって、そこが使えなくなった場合、第二言語野が働くことで、良い回復をする可能性があるんだそうです。つまり、第一言語野しか使ってない人より、多分脳の別の場所を使うので、使ってる脳の部分が増えるっていうことだと思うんですね。なので、使える脳の部分が多い分、リスクヘッジになるってことですね。すごいいいことだなと思いました。で、ここで言ってたのが、例えばですね、たった週に3回、1時間程度の軽い語学学習を3ヶ月続けるだけで、脳の構造が物理的に変化すると分かっているって書いてあります。だから、週に3回、1時間、週に3時間ですね。で、物理的に変化するっていうのは、実際見てわかるレベル、見てわかる変化をするっていうことですね。だから、それぐらいで、実際脳にいい影響があるっていうことです。もちろんね、すごい若い人は認知症のことはね、気にしてないと思うんですけど、だんだん年を取ってくると、認知症って怖いなって思ってくるんですよ。きますよね。で、特に長生きすればするほど、その認知症になる可能性は高くなってくるので、できればね、できれば認知症にならないで過ごしたいじゃないですか。なので、皆さん、語学学習、ぜひ続けてください。で、ここで言ってたのが、新しい刺激がいいから、全く知らない言語の方がいいみたいなことも書いてあるんですけど、それはそれで、あと、読める、書けるより、とにかく聞いて話す方を重視して取り組むと書いてあります。だから、さっき言った、言語野の切り替え、スイッチの切り替えは、話してる時に調べてたものなんですよね。だから、聞いたり話したりするっていうことの方が、脳のためにはなるみたいです。もちろん何にもやらないよりは、
書いて読むだっていいに決まってるから、それも続けてください。なのでぜひ、ポッドキャストも聞いてほしいですし、会話の練習もね、話す練習もね、ぜひ、するといいと思います。で、話す練習をどうしたらいいかについてお話しします。まずね、2つ方法があります。当たり前のことを言いますが、1つは自分一人で話す練習をする。もう1つは誰かと話す練習をするです。で、すぐ緊張してしまうタイプとか、まだ自信がないっていう時は、こっちの一人で話す練習をするから始めるといいと思います。まずは自分が今していることを独り言で言う練習をしてみてください。例えば、私ならば私は今カメラに向かって話しています。とか、私は今、ポッドキャストの撮影をしています。とかです。そうすると、その中に自分がよくすることの単語が入ってますね。そうすると自分が何をしているか説明できるようになります。それから、他の練習としては、周りの状況を説明する練習をします。例えば、ここにライトがあります。ライトがあるんです、ここに、実は。で、あと今ここ、ストーブがついています。で、例えばストーブがついている。これを日本語で何て言うんだろうって思ったら、チャット GPT とかに聞いてください。そうすると文章を作ってくれます。で、じゃあ、ストーブがついている。ストーブがつくと、ストーブをつけるはどう違うんだろうって思ったとします。で、そしたらそれもチャット GPT に聞いてください。そうやって疑問に思ったことから、どんどん話せる言葉が増えていきます。なので、まずは一人で話す練習をするですね。そして、どこかの段階ではぜひ誰かと話す練習も入れてみてください。それはもちろん、皆さんの目的次第で自分はね、本が読めればいいという人はもちろんしなくていいんですけど、もし話せるようになりたいんだったら、やっぱり誰かと話す練習を入れていくのが大事です。それはやっぱり人と話すって緊張するじゃないですか。その緊張した状態で話すっていう状況になれるっていう練習もあります。で、誰かと話すその相手をどうやって見つけるかなんですけど、これは例えば言語交換アプリで探すという手もあります。例えば皆さんが、日本語を勉強したいとします。そしたら、皆さんの母語っていうのは皆さんが最初に覚えた言葉が母語ですね。その母語を勉強したい日本の人っていうのを探して、お互い練習するというやつです。ただ、私、昔はそれもやってたんですけど、その言語交換アプリってまず最初に友達になる必要があるんですよね。でそれが正直すごい難しくって、大変で、あと時間もかかるじゃないですか。なので私は今はもうオンラインプラットフォーム一択です。一択っていうのは、一つの選択の択って書くんですけど、それしか選ばないっていう意味ですね。オンラインプラットフォーム一択。で、しかも iTalki 一択です。ということで、ここで今日のスポンサーの iTalki について紹介したいと思います。iTalki っていうのは語学を学べるオンラインのプラットフォームです。で、ネイティブの先生から学べるんです。実は私がちょっとこれを喋りたくって、これを話したくって、iTalki 人にスポンサーになってくれないでしょうかってお願いして今回なってもらいました。とてもありがたいです。で、何が話したかったかっていうと、iTalki にはいい先生がいる可能性が高いという話をしたかったんです。というのも、私自身も iTalki で教えてました。で、どうして他のプラットフォームじゃなくて iTalki にしたかっていうと、iTalki が一番、プラットフォームの使用料が安かったんです。パーセンテージが。例えば、
1時間$30のレッスンをしたら、iTalki に持っていくお金が何%とかいうのがあるんですけど、それが他に比べて、パーセンテージが低かったんですね。だから、そのやってる先生に来る分が多かったんですよ。だから、いいなって思ったんですね。ただ、実際なろうって思った時、iTalki は先生を募集していませんでした。ただ、時々募集するんですね。で、それはどういう時かっていうと、教えてない先生たちを先生の登録から削除するんです。消すんですね。それで空いたらそこに新しい先生を募集して入れるという風になっているので、実際に教えてる先生しかいないんですよ。基本的には。だから、そのチャンスを見つけて、それでも入りたいと思って、登録しました。で、登録ももちろん審査があるんで、誰でもなれるわけじゃないんですね。そう、その辺も割といいポイントです。習う側としては。で、そうやって自分はここで教えたいって思ったってことは、そのiTalkiにはいい先生がいるんじゃないかなって私が思うので、それから自分が英語を習ったり、韓国語を習ったりするときは、iTalki で先生を探しています。で、ですね、ただ、そのいい先生を探すコツはいくつかあるんですけど、一つ大事なのは、あまりに安い先生は選ばないっていうところなんですね。iTalki のお金はレッスンごとに支払います。で、そのレッスンも30分だったり、45分だったり、1時間だったり、いろいろその先生が決めるんですね。で、そこで、すごい安い先生はすごい安かったり、すごい高い先生はすごい高かったりするんです。なんですけど、で、あんまり安ければいいかなと思うと、そうじゃないんですよね。やっぱり、真面目に教えようって思ったら、そんなに安い値段じゃ教えてられないんですよね。なので、その辺はある程度自分がいくら出せるかなっていうところと折り合いをつけながら、いくらぐらいっていう感じで探していきます。で、ぜひ3人ぐらいは試してほしいなと思います。もし iTalki を使う場合。というのも、やっぱり一人だと、たまたま悪い先生に当たる確率もあります。悪い先生じゃなくても相性ってあるじゃないですか。相性っていうのは性格が合う、合わないですね。で、相性がいい先生、相性が合う先生はやっぱりね、勉強する気にもなるので、そういう先生を探すために、1回2回じゃ諦めないで何回か、ぜひ取ってもらいたいなって思います。で、先生に教わるメリットは、質問したら答えてくれることと、あと、ミスをしたら教えてくれることです。で、ミスをしたらちゃんと指摘してくださいっていうのは、こっちが言っておかないと言ってくれない先生もいるので、それは自分で言った方がいいと思います。でも、例えば、アプリで知り合ったお友達とかって、質問しても、例えば日本語について質問しても、答えられないことってよくあります。それは先生としての勉強してないからです。だから、私としては先生としての勉強している人にお金を払って教えてもらう方が、気持ちが楽ですね。そういうのもあって、私は iTalki で、先生を探して、教えてもらいます。で、気に入った先生がいたらもうずっとその先生を取ります。そうすると、先生とも仲良くなれるし、ね、毎回新しい先生でゼロから関係を作っていくよりは、同じ人に教わるのが楽でいいなっていうふうに思っています。で、今、その私のクーポンコードを使ってもらうと、iTalki のクレジットっていうのがあるんですけど、それを$10分買うと$5バックされます。ちょっとお得です。なので、今、新しい年で会話を始めようって思う人は、ぜひ、使ってみてください。おすすめです。ということで、語学の学習は脳にいいので、頑張って続けていきましょう。では、最後に私の今年の新年の抱負についてお話しさせてください。私の新年の抱負は、自分に優しい言葉がけをするです。言葉をかけるっていうのは
話をするって意味ですね。なんですけど、だから言葉がけをするっていうのは私に優しい言葉で話すっていう意味です。これは結構皆さんもそうじゃないかって思うんですけど、私自分に対してひどい言葉をいっぱい言ってるんですね。例えば何か失敗した時に、なんかそんなことしちゃうなんてバカなのとか、もう信じられないとか、もう本当もうダメだみたいなことをよく頭の中で言ってるんですね。で、例えばもし私の娘がお母さんどうしよう、こんなことしちゃったって言ってきたら、まず言うことは大丈夫だよですよね。大丈夫だよ、そんな気にすることないよって。こうすればいいじゃんって。もしなんか悪いことしちゃったんなら謝ればいいし、案外相手は何にも気にしてないこともあるし、次からは、例えば相手に連絡が遅くなって迷惑をかけたとかだったら、次からちゃんと気をつけるようにすればいいだけなんだから、そんなに自分を責めなくていいよって言います。なのに、自分に対しては、もうずっと自分を責め続けるんですよね。もうなんてバカだったんだろうとか、もうダメだみたいな感じで、しつこく自分を責めちゃうんですよね。で、今年はそれをやめたいなと思っています。他の人を大事にするように自分のことを大事にしないといけないなって思うんです。まず自分を大事にすることで、自分がちゃんとしたいい状態でいられれば家族に優しくできて、さらにその周りの人たちに、友達とか知り合いの人たちに優しくできます。仕事にも全力で取り組むことができます。私、皆さんがコメントで役に立ったとか、すごく楽しかったとか言ってくれるのが本当に嬉しいんです。こうやって話してるだけで、こんなにお礼を言われたり感謝される仕事って他にないんじゃないかって思うんですね。だからこれからも頑張りたいなって思うし、いろいろしたいなと思うんです。チャンネルでもいろんな話題について話したいし、なんか他にできることがあれば、ライブとかはね、なかなか緊張しちゃってできないんですけど、でも、なんかいろいろできることを考えていきたいなって思ってるんです。でそのためにも、まず自分がちゃんとした状態で、この不夜脳の本に、ストレスも脳にいいって書いてあったんですね。刺激がないより、ストレスであっても刺激がある方がいいってことだったんです。で、それで言うなら私もう本当に2025年の最後、11月から12月はストレスがすごかったんですね。それは嫌だなと思っていて、いくら脳に良くても、あまり、ストレスを感じて、それがまた体に現れるようなストレスは良くないと思うので、ストレスを感じる前に自分に常に優しくして、いい状態で1年過ごせるようにしたいなと思っています。それが私の新年の抱負です。皆さんの新年の抱負は何ですか？ぜひコメントで教えてください。じゃあ最後に、メンバーシップに入ってくださっている方にお礼を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアさん、チチさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナさん、アメシュさん、ナグワさん、イン・ヨインさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パク・クヨクさん、スティーブン・チェンさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、ジュン・ファリーさん、ビー・ビーガン・メイク・ピースさん、ヨン・オク・キムさん、チャールトン・ローさん、グエントワン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグ・ガスさん、カンチョさん、リリアさん、リン・シェンシュンさん、ペク・ウンチャルさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。今年も役に立つものを作りたいと思っているので、何か、リクエストがあれば、聞きたいテーマなどあれば、ぜひ教えてください。またメンバーシップに入っていない皆さんもよかったらぜひ入ってみてください。最初にも言いましたけど、週に1本、追加のエピソードが聞けて面白いと思います。では皆さん、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
年も皆さんの勉強に役に立つような動画をたくさん作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんの一年がいいものになるように願っています。また、iTalki の方もぜひ行ってみてください。プロモーションコードは概要欄にあります。では、良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。